サンドイッチにしましたが、スモーキーに仕上げました。漬けにしておいたモッツァレラとブーケサラダにもおすすめ。チリソースもいいんですけれども、朝食です。半分でお腹いっぱいに。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その後編です。チャンネル登録もお願いします。サワードーブレッド2種類1180円です。カントリースタイルローフとスペルト&パンプキンシードブレッドとシリアル&シードブレッドの3種類の中から2つ選びます。スペルトパンプキンシードブレッドとシリアル&シードブレッドにしました。加工日は今日、消費期限はあさってです。試食もできる毎週末の限定ブレッド販売コーナーの新商品ですけれども、ゴールデンウィーク中の販売について聞くのを忘れてしまいました。すみません。コストコアーティザンブレッドはサワー種を使っていて少し酸味のあるパンですけれども、今回サワー種の種類が選べますね。シリアル&シードブレッドは 404g、 長いところで24センチ、幅は10センチくらい、高さは5センチくらいです。酸味が強く香りが高いシリアルサワー種使用、乳酸菌が含まれているのも嬉しいですね。ごまが効いています。気泡が多いので噛み切りやすいんですけれども、サンドイッチにするなら水分の少ない具がいいと思います。8ミリくらいにスライスしてマーガリンを塗り、レタスとリチャムを挟みました。スペルト&パンプキンシートブレッドは 490g、 長いところで27センチ、幅は9センチくらい、高さは5センチくらいです。かぼちゃの種とひまわりの種がトッピングされているので薄く切るのが難しく、1センチにスライスしました。かぼちゃの種とひまわりの種はクラム、内側のふわふわしたとこですね、にも入っています。きめが細かいハードなパンです。穏やかな酸味と芳醇な香りが特徴のスペルト小麦サワー種使用です。スペルト小麦は一般的な小麦よりグルテンの含有量が少なめで栄養価が高いそうですよ。顎が鍛えられるほど硬いパンがお好きな方にはおすすめです。私はシードの食感が気に入っています。レタスとシュリンプカクテルを挟みました。今回はサンドイッチにしましたが、どちらもそのままでもトーストしても美味しいです。リチャム 340g が6缶2198円から440円オフは5月7日までです。1缶あたりは293円。原産国は韓国。賞味期限は2026年の1月です。約2年半です。スパムの 25% 減塩タイプよりも塩味がマイルドなのでリチャムの方が好きです。お寿司や野菜炒めなどいろいろ使えますよね。ソーセージと同じようにそのままでも食べられますが、私は焼いた方が好きです。崩れやすいのであまり薄くは切りづらいんですけれども、スライスしてフライパンで焼きます。今回はサワードーブレッドに挟みました。プライムビーフ肩ロースすき焼き用 100g あたり279円で3828円です。加工日は昨日、消費期限はあさってです。すき焼き用ではありますけれども、私はすき焼きには使わないです。大きさはまちまちですが、スケスケの薄さ、肉巻きに使いやすいです。人参、エリンギ、インゲンをくるくる巻いて焼きます。ブルズアイソースをかけてスモーキーに仕上げました。コモ低糖質クロワッサン12個入り998円です。新商品かと思ったらパッケージの規格変更ですね。7個入りの袋だったものが12個入りの箱になりました。1個あたりは83円。製造は愛知県。賞味期限は6月11日です。約1ヶ月半です。袋入りの時は売り場がぐちゃぐちゃにかき回されて、賞味期限切れとかも混じってたりしてたので箱入りになってよかったと思います。重さは 48g、長いところで13センチ、ふわふわと柔らかいです。形はクロワッサンですけれども、バターではなくマーガリン使用。低糖質パン特有の苦みはほとんどないです。
ほのかに黒糖のような風味を感じます。でも気のせいかな、甘さとマーガリンの風味がアップしたように思います。長期保存可能なので、ローリングストックやお出かけにも持っていきやすいので気に入っています。これは私のお弁当です。切り込みを入れてガカモレを塗ってから、オリーブオイル漬けにしておいたモッツァレラと天然水トマトをスライスして挟みました。プリマハムロース生ハム 110g が3パック788円から160円オフです。メルマガ掲載品です。枚数は11枚から13枚くらい入ってます。製造は北海道、賞味期限は5月24日です。約1ヶ月です。くるくる巻くだけでお花っぽくなるので、ブーケサラダにもおすすめです。シュリンプカクテル1980円から200円オフです。メルマガ掲載品です。名前はおしゃれですが、ただ蒸したエビです。カクテルソースはピリ辛なので家族には不評ですけれども、私は好きです。加工日は今日、消費期限は明日です。カクテルソースは 80g くらい。エビだけですと 456g。今回は39尾入っていました。蒸しエビをカクテルソースにつけて食べるだけで十分美味しいんですけれども、生春巻きにしました。ちなみにチリソースもいいんですけれどもね、生春巻きにこのハワイアンポキソース合いますよ。つけながら食べると美味しいです。ブーケサラダにのせたりサンドイッチに挟んだりして食べきりました。バラエティベーグル880円です。他にブルーベリーもありましたが、プレーンとシナモンレーズンを選びました。1個あたりは73円。加工日は今日、消費期限は明後日です。私はベーグルカッターを持っていないので、まな板を2枚使ってスライスしています。濡らした布巾の上に大きいまな板、ベーグルの奥にまな板をもう1枚置いてガイドにします。手前だけ見て切ればきれいにスライスできます。プレーンは軽く温めてからマーガリンを塗り、ブーケサラダの残りとマヨネーズをかけてからサンドしました。朝食です。シナモンレーズンにはナッツバターとクリームチーズを塗り、バナナを挟みました。一皿に盛り付けてますけれども、コストコのベーグルは直径が11センチくらいもあるので、かなりボリューミーになります。この半分でお腹いっぱいになります。今週のお酒はアサヒザ・レモンクラフト極上レモンとザ・カクテルクラフトライム香るジントニックです。ローソンのキャンペーンでいただいたので、コストコとは関係ありません。メニューは肉巻き野菜、マカロニ&チーズ、ブーケサラダです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。